じゃあこんにちは。今日もよろしくお願いしお願まいします。す。そしたら茂美さんは今日はもう裁断が、してきました。じゃあもう縫っていけますね。はい。じゃあフレアパンツの長いバージョンやっていきましょうか。青さんがあと襟がまだでしたもんね。そうです。ちょっとくしゃくしゃになっちゃったけど、じゃあ襟をつけてみて。青さんの方が細いので。この辺ちょっとシワがあるけど、襟だけなのでちょっとアイロンせずに、これをこうちょっと手で、後で案外直すかもしれんけど、いいです。これ先にポケットを作らないといけないので、これが前の裏側に伸び止めテープを貼る。でここに多分準備することが書いてあって、まず準備するのが伸び止めテープ貼るのと、あと裾とウエストの、アイロン、先にかけとくと後が楽なので、もういいかな。2センチと9でしたよね。これでもいいかもしれん、分かりやすくて。じゃあ2と9を2っていうのはどこのことですか？2は1で折れるんですよね。そうですそうです。これでそれのそこに合わせるんですね。ここに合わせて折るのと、あと折ったとこから4折るから倍の8だけど、最初の線からすると9センチなので、これでこう書いとくと、5センチごとぐらいにあれば折れやすいんじゃないかなと。で1折って4、これでちょうどいいのでアイロンをかける。で裾は1折って2と6ですよね。2と6で印してみてください。これが分かりやすくていいかもしれない。ありがとうございます。なんかバランスが、ちょっとじゃあ折ってみて、かっこいい。いい感じね、いい感じですね。このぐらいは出した方がなんかゆったりと良さそうな気がします。3.5 だから 1.75。これ今そうやってる作業を、こっちの手をアイロンに変えると早いです。やりながら。そうそう、そんな感じ。合わせて、ここを四角くこの字型に縫います。縫うときは縫っといた方が、書いといた方が縫いやすいので、ポケット口もここですよね。これここですよね。で1センチも書いときましょう。これでこうで、こっちも合い印は合わせて、端も合わせて縫ってください。あっちも。わかりました。こっちから縫ったら
縫いやすかったかもしれない。あと1センチが。はい。いやでも書いてるから大丈夫。あ、布がこっちに来るわけですね。あ、そうか。そうですそうです。わかりました。書いてるから大丈夫。これでここって普通に縫い代つけると合わなくなるんですよ。はい。この縫い代つけがちょっと難しくて、教室中に縫い代の付け方が難しいと言っていたプリンセスラインのアームホールの縫い代付けをやってみようと思います。まずこう縫い合わせをこことここが合うように縫い合わせを見ます。この辺は縫い合わせが合っています。で、先に縫う方を延長と、袖は後からつけるので、このプリンセスラインを先に縫うので、先に縫う方をこのラインを延長します。そしてこのアームホールちょっと写しておくといいですね。このアームホールに沿って縫い代をつけていきます。縫い代をつけたら最初に延長した線にとりあえず直角に線を入れておきます。これで上側の紙の方には縫い代がついてますけど、下の紙の方には縫い代がついてないので、こういうルレットでこれは正確にこうルレットの跡をつけていきます。延長した線と一応直角に交点、この1センチの縫い代をつけた交点に、あとこの1センチの縫い代の線もルレットしておくといいですね。これであとこの縫い代をどういうふうにするかというと、今回は裏なしで、中心側に縫い代を倒すやり方だったので、この下の方のルレットの線でちょっとこの直角の線と縫い代の線を描いておいてから中心に倒すので、この線に対して反転をしないといけないです。こういうふうに折って縫い代をつけると分かりやすいですね。変な形の縫い代になるんですけども、この延長線に対して反転の縫い代がつきます。これで、ブラウス、今回ブラウスだったので肩倒しっていうことで1センチの縫い代をつけておきます。で、この前脇身ごろ側はこうに中心側は反転になりますけど、前脇身ごろ側は延長になるので、このままこう縫い代をアームホールに対して縫い代をつけた線にしておけば良いです。ちょっとこの辺が角度がきつくなりますが、こういう縫い代とこういう縫い代になります。なぜ縫い代をつけるときに縫い合わせを見ながらつけないといけないかというと、ちょっとこれ写してきたものがあるんですが、それぞれ単独で縫い代をつけると後でちょっとね縫い代が合わなくなります。やってみます。まずこれ延長しますよね。延長してこのアームホールに対して縫い代つけます。そしたら交点はここですよね。で、次に巻き身ごろもこの先に縫う線を延長してアームホールにこう縫い代をつけていきます。そうすると
何が違ってくるかというと、この縫い合わせを見た時に、この透けて見えてるかどうかちょっと分かりませんが、ここ合い印、今、中心側の合い印はここなんですけど、こう写すとここですね。ここになっていて、脇身ごろはここになっているので3ミリずれてしまいます。この3ミリずれるっていうことは、3ミリ中心側に伊勢を入れないと合ってこないっていうことになってくるので、これはやっぱり縫い代を合わせておかないとこんだけずれが生じてしまいます。この縫い合わせを見てから必ず縫い代をつけて、その交点に対してどちらかに倒すかということで縫い代をつけていかないと、寸法が合わなくなってくるので、この、プリンセスラインの縫い代付けはちょっと気をつけないといけないです。難しいですけど、こういうふうに縫い代をつけるとぴったりと合い印が合いますので、やってみてください。多分なんかこう長くやっててもできない人が多い縫い代付け。これ縫い合わせ見て今つながりが良くなってるんですけど、延長にカットしたりすると、こっち側に折ってくるとちょっと縫い代が足らんようになってくるので、ここはここと同じ角度でこの先に縫う線に対して反転しないと、いけないことに。でこれ変な形だけど、こうが縫い代になります。最低斜めに、貯金、糸を切らない程度、ここを斜めに貯金、結構これ遠慮すると角がきれいに出ないので、そうなんですか。割となるべく近くまで、じゃあこれでアイロンでちょっとアイロンします。ここ一回割ります。何でも裏を控えたりする時って、一度割ると控えやすいんですよ。なのでここ一回割って、でこの部分はもういいかな、これ、裏を控えて1ミリぐらい、でここはカクッと切り込みからは直角に出します。でこの辺は裏を1ミリぐらい控えて、でここも直角に出す。こんな感じでもう一個もやってみてください。こう見た時に表から裏の縫い代が見えないように。わかりました。この字ね、終わってこの字。聞いていたはずなのになってないですか。なんでこの字になるんですか。なんでこの字になってるんですか。ちょっと待って、こうやって。これを出さんといけないのか。わかりました。こういうことですね。謎が解けました。
0.5のステッチをかけておくので、表から見て、ここから 0.5 でジャーってここまで、直線だけですね。はい、直線いかずに。ですです。はい。ちょっとなってもいいですよね。長いカーブだと一番で伸びますよね。長い距離がちっちゃいカクカクが出ないという感じ。そうですか。これをここに、こっちじゃないわ、こっちか。ここにセットして、ここの周りを1センチで塗ってロックします。はい。わかりました。はい、いいですね。このパンツ、このポケットが一番難しくて、あとはもうそうですよね。はい。ポケットって初めて作ったんですけど、本当にそうでしたっけ？そうなんです。ポケットを作ったことなくて、じゃあちょっと最初は一番難しいと感じますよね。ポケットなしのにすればよかった。これとこの前パンツと後ろパンツをこうやって合わせて縫ってくるんですけど、普通にジャーって縫っちゃうと、ここがちょうどこの角に来るかとか、ここを踏んでるとか踏んでないとかわからないので、先にここをミシンで1センチのところ、この角がわかるようにこっちから見てこう縫っておきます。ここちょうどここに針を落として1センチでこれがあるところまで縫います。でここもちょうどここに針を落として、このポケットの布があるところまで縫ってください。1センチ幅で。はい、わかりました。してもらって、ここの後ろ側、ここ前と後ろ側ですね。後ろ側を押さえて、後ろ先にこうして、後ろに反転。で、こっちは変調なので、ここで確認にしておいてもらって、いいです。これをこっち直しておきます。この角度を直角にした方がいいですね。作るんですね。そうそう。もうここまでできたらもうできたも同然。ここは一番難しいんですね。そう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 。はい、できたらで、ちょっとさっきの1
センチ持ち出ししたので、はい。その分これ